こんにちは。安井原のへようこそ。今回のゲストは、いつじくんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、ジャパンダンスディライトボリューム28、広島大会の会場、クラブチャイナタウンのここは控え室に来てます。なぜいつじくんが今回のゲストかというと、今回の広島大会のジャッジよね。いやー、久しぶりで、いやー、久しぶりすぎてもちょっとふわふわしてますけど。やっぱり中四国をずっと引っ張ってきてるのがやっぱり広島かなと思うんで、しかもなんかちょっと特徴のある人たちも多いんで面白いと思います。今ね、もうコロナもどんどん増えてるということで、感染症対策をね、パートしてもバッチリやってますんで、よろしくお願いします。まずじゃあ自己紹介をお願いします。名前はいつじです。はい。チームはグラスホッパーで活動しています。年齢は48です。48かも。おお、すごい。全然見えへん。めちゃくちゃ若いやん。長くやらさせてもらってます。活動は今の活動は、徳島を軸でダンサー業とスタジオ経営をやりながら、イベントのオーガナイズをやったりとか、最近ちょく入ってくるのがイベントのコンサルとか。これはもう四国内。四国内、そうですね。なるほどね。趣味はすごいハマってしまったんだ。カメラ。あ、そうなんや。写真と動画と原さんが昔グラスホッパーの DVD 作ってるの話があって、その時にから興味あったんです。興味あったけど、あの当時にね、ビデオの機材揃えるとかってもうめっちゃ高かった。ちょっとすごいできなかったんが、今コロナの影響で、何もしないし、それはちょっと何かないのかなって探したら、ちょっとやって、そういう撮影をする機会があって、なるほど。写真になるのめちゃくちゃおもろいなと思って、でそこからあとでこれを写真撮ってもらった浜翔君とかにクラブハウス招待してもらって、カメラのマニアックな話をずっと聞いてました。なるほどな。何がきっかけでダンスを始めた？ダンスを始めたきっかけは、兄貴がダンスやってて、b ボーイだった。俺実はあれやもんね、兄貴のが先に会ってるっていう。で、兄貴が原田さんが練習している場所とかに大阪のイングスにね、練習してきてたのね。で、それを持って帰ってきて、運動部とか回るの初めて見た時に、かっけーと思ったのが、ダンスを始めたきっかけです。で、ブレイクを始めた。もうブレイクです。その当時はみんなブレイクとロックとポップってやっぱりなんかセットみたいな感じになってたんで、それを全般的にやっていくみたいな。じゃあ兄貴に全部教えてもらってる？最初はそうです。何歳の時？それで18なんで、同世代からするとちょっと遅いんですけど、半年ぐらいでクワトロのダンジェラがあったと思うんですけど、その時にもうどうにもできます。その時のジムのジックスですね。ジックス？兄貴はレッドキング？いや、兄貴のチームがジックスだった。兄貴のチームがジックスで、そこに紛れて僕受けてるんですけど。そうなんや、実は。相方のたっちゃんがレッドキング。たっちゃんがレッドキングだ。俺そこがなんか混同してたわ。そこから当時ってビデオでダイビングを繰り返してノイズだらけでほとんど誰か分かれへんみたいなビデオをずっと見てて、その時にスローでロックを踊る人が見てて、めちゃくちゃかっこいいなと思ってずっと見てたんですけど、それ後々知ったのがユキさん。ユキ？そうなの？ロック？それを聞いて、めちゃくちゃかっこよく頑張ろうと思ってやってたのを思い出す。そのさんが四国に出てくるようになって、そのレッスンに毎回通うようになって、そこからロックをずっとやってたんですけど、その後にニュースクールを入ってきたんですよ。ヒップホップとかハウスとか入ってきて、そもそもヒップホップって何ぞよ。徳島とかやったら島なんで、情報もないものです。そうやろな。当時なんて
全くやろ。全くですよ。回ってくるビデオもめっちゃ数少ない。同世代の子が見てるビデオテープの情報量の10分の1も見てない。見てないと思います、あの当時は。その情報自体も取り合いになってたし、多分僕らに回ってきたとか、ごくごくですね。それを見て、こういうかっていうのをイメージして広げていった感じはそうあります。で、その後にあるんですよ、タカさんだと出会っていって、ニュースクールとかは結構いろいろ教えてもらった。劇的にハウスっていうのにのめり込んでいったきっかけが、ちょっとステップとかじゃないんですけど、カップラチックなのがちょっと早かったんですけど、あとからちょっとこっちに入っていった記憶がある。カポエラばっかりモノマネしてて、練習せえやという感じ。やっぱりそういう大技系っていうか、そっちが好きなんやったら、ブレーキング見てかっこええと思ったし、カポエラの動き見てかっこええと思った。そういう流れがあって、ハウスの方に流れていったっていう。ロックダンスの時代の流れっていうか、多分ニュースクールで、最終的にしか見てこなかったんですよ。ロックを持ってる。全部ニュースクール。その時に一人でもやってたんですけど、それを多分たっちゃんに見かけて、なんか一緒にやる。そうなんだ。そっからな。そっからだと思うんですよ。一緒にしよう。なるほど。俺のイメージでは、昔からもう幼なじみで仲良くて、ほんでハウスの涙やってきて、で一緒にあれかっこいいからやろうなって言ってやったような、それぐらいなんか仲いいっていうイメージで。全くハウスでかっこいいと思ってなかった。ダンスをやったきっかけも、もともとはロックダンスって上半身ばっかりやけど、ハウスダンスって足に届くし、ロックダンスに広がり持たせるんじゃないかぐらい。もうロックがめっちゃ好きやったよ。好きだしね。めちゃくちゃ好きだった。当時、影響を受けたダンサーって影響を一番最初に受けたダンサーって言ったりとかさ。おー、いきりさんで、めちゃくちゃ意外な答え。このハウスダンスのトップの人がゆきりゅうじに最初に影響を受けたの。まだもちろんもちろん。でもなんかそこがすごい面白いな。初めての時は声かけれんかったですね。まあそうやな。絶対もう神様やった。やばい。うわ、あの人すごいの感じや。ハウスだったら灘さんですか。灘さん看護さん影響を受けましたね。でも一番仲いい人やんな。仲いいというか、もう多分ね、一緒にするとちょっと家族に近いですね。なんか実の家族っぽい感じがします。だってもうグラスホッパー2人になってめちゃくちゃ長いですね。めちゃくちゃ長いですね。25、6年なんじゃないですか。どんだけ長いかとなかなか2人でずっと続くってさ、すごいやん。2人チームの秘訣。喧嘩したら終わりやん。2人で3人チームやって1人で出てたらあれってこと。僕らの場合は、別れたくて2人しかおらん。別れれんかったっていう時期もあります。結構変な雰囲気になった時もある。感性がね、間のとこすごいから、そこにこう戦おうとするとやっぱりなるほど。こっち僕だけがこうして奮闘してくるみたいな役割分担できてくるので、その役割分担をしっかり理解してお互いのところをどうやったらうまく見るかなというのを考えると多分楽しい。完成されてるものってあんまり魅力を感じない。まあね。不完全な部分があるじゃないですか、人って。そういうところが逆にいいなって思う。そこがもし相方が持ってなかったとしたら、それを僕は持ってるし、っていう感覚はありますけどね。なるほどね。自分は影と思ってんねん。まあでも、立場的にもそうですよ。やっぱね、すごい深いもんね。すごいよね。2回優勝し続けて、ハウスダンスとか。いや、楽しいんですけど、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。